皆さん、こんにちは。テック&テイルズへようこそ。本日は、スマホ加速度データの活用について、計測から分析までの一連の流れをお話しします。よろしくお願いします。本日の目標です。まず、スマートフォンにどのようなセンサーが搭載されているかを知ります。次に、それらのセンサーデータがリハビリテーションの分野でどのように活用されているか、具体例を理解します。そして、フィジックスツーロコックスセンサースイートというアプリを使ったデータ取得方法を知り、実際にそのスマホセンサーの時系列データ CSV を Google コラボで読み込み、分析可視化します。最後に発展的な内容として、平滑化移動平均という手法を用いて、データの全体的な傾向をつかむ方法についても学びます。では、そもそも、スマホセンサーデータとは何かから見ていきましょう。現代のスマートフォンには、ここに挙げたような高精度なセンサーが多数搭載されています。加速度計アクセロメーター、ジャイロスコープ、磁力計マグネトメーターなどです。他にも GPS や照度センサー、気圧センサーなどもあります。これらの特徴は、非常に短い間隔、例えば1秒間に100回といった高頻度でデータを記録できる点にあります。このように、時間の経過とともに観測されたデータですので、これらも時系列データの一種と言えます。リハビリテーションへの活用例を具体的に見ていきましょう。まずは、加速度計アクセロメーターです。これは、X、Y、Z の3軸方向の加速度、つまり、動きの変化を測定します。活用例は非常に多岐にわたります。歩数や消費カロリーを推定する、活動量計。歩行周期や歩行の安定性を評価する、歩行分析。体がどれくらい傾いているかを検知する、姿勢推定。急激な加速度変化を捉える、転倒検知。そして、パーキンソン病などの症状評価に用いられる、心線震えの測定など、リハビリの評価やモニタリングに広く応用されています。次に、ジャイロスコープです。こちらは、X、Y、Z の3軸の角速度、すなわち、回転の速さを測定します。活用例としては、センサーを体に装着し、関節がどれくらい回転したか、つまり曲げたかを推定する、関節可動域ロム測定があります。また、立っている時や歩行中の体のふらつき回転を評価する、バランス評価や、腕を伸ばすといった動作がスムーズか、カクカクしていないかを評価する、動作の滑らかさの評価にも利用されます。では、どうやってこれらのデータを取得するのでしょうか。本日紹介するのは、フィジックスツールボックスセンサースイートという無料アプリです。これは、スマホに搭載されている各種センサーデータを簡単に記録し、CSV ファイルとしてエクスポートできるため研究や教育目的で広く使われています。リハビリで活用できる機能例として、重力の影響を除いた、動きの加速度のみを記録できる、リニアアクセロメーター線形加速度計があり、これは歩行分析やタグタイムドアップ&ゴーテストの計測に便利です。また、ジャイロスコープを使えば、膝や肘の曲げ伸ばしの角速度も記録できます。データの記録方法は非常に簡単です。まず、アプリを起動し、使用したいセンサー、例えばスライドの例では、直線加速度計を選択します。次に、計測したい動作、例えば 10M 歩行や椅子の立ち座りなどを行います。そして、画面下部にある赤い、記録開始ボタンプラスボタンを押して記録を開始し、動作が終わったらもう一度押して停止します。記録を停止すると、ファイル名を確認する画面が出ますので OK を押します。すると、次の画面で、共有先が表示されますので、メールや Google ドライブなどを選択し、PC に送信します。この時、データ形式はスライド左下にあるような、CSV 根膜切りとして送信されます。この CSV ファイルには、ヘッダー情報ハッシュタグで始まる行と、時間タイムごとの各軸のデータが記録されています。次に、我々の場合は Google コラボへデータを取り込む方法です。アプリから取得した CSV ファイルをコラボで使うには、大きく2つの方法があります。方法1は、コラボの左側にある、ファイルタブを開き、セッションストレージにアップロードボタンから手動でアップロードする方法です。
これは簡単ですが、セッションが切れるとファイルが消えてしまう点に注意が必要です。方法には、データを自分の Google ドライブに保存し、コラボから連携マウントする方法です。スライドにあるコードを実行することで、スラッシュコンテントスラッシュドライブから自分のドライブ内のファイルにアクセスできるようになります。それでは実際に Python でデータを読み込んでみましょう。ここでは Pandas ライブラリーを使用します。pd_read_csv 関数を使って、先ほどアップロードした CSV ファイルを読み込みます。この際、CSV ファイルの1行目はメタデータなどの不要な情報が含まれていることが多いため、skipRows=1と指定して1行目を読み飛ばします。また、区切り文字にはカンマを指定します。実行結果を見ると、タイム経過時間、GFX、GFY、GFZ 各軸の加速度、そしてそれらを合成した TGF というデータフレームが作成されたことがわかります。読み込んだデータを視覚的に確認するために、グラフを作成します。ここでは Matplotlib ライブラリーを使用します。まず、Y 軸にプロットするデータとして、時間情報である、タイム以外のすべての列 GFX、GFY、GFZ、TGF を指定します。そして、df.plot 関数を使い、X 軸を、タイム、Y 軸を先ほど指定したセンサー値として折れ線グラフを描画します。タイトルやラベル、グリッド線なども追加して見やすく設定し、最後に plt.show で表示させます。こちらが実際に取り込んだデータをグラフ化したものです。横軸が時間タイム、縦軸が加速度の値アクセロメーターバリューを表しています。青、オレンジ、緑、赤のそれぞれの線が、X 軸、Y 軸、Z 軸、および合成加速度の推移を示しています。パッと見てわかるように、波形には細かいギザギザが多く含まれており、これが動作の特徴を表していると同時に、分析を難しくする要因にもなっています。さて、先ほどのグラフは、かなりギザギザしていました。このギザギザをデータ分析の分野では、ノイズと呼びます。センサーデータは、動きの微細な振動やセンサー自体の誤差などにより、こうしたノイズを多く含みます。このノイズが多いと、例えば、ピークの数を自動で数えるといった処理が難しくなります。そこで使われる解決策が、平滑化スムージングです。これは、データのギザギザノイズを取り除き、滑らかな平行線トレンドを抽出する処理です。最も簡単な手法として、移動平均ローリングミーンがあります。さて、先ほどのグラフは、かなりギザギザしていました。このギザギザをデータ分析の分野では、ノイズと呼びます。センサーデータは、動きの微細な振動やセンサー自体の誤差などにより、こうしたノイズを多く含みます。このノイズが多いと、例えば、ピークの数を自動で数えるといった処理が難しくなります。そこで使われる解決策が、平滑化スムージングです。これは、データのギザギザノイズを取り除き、滑らかな平行線トレンドを抽出する処理です。最も簡単な手法として、移動平均ローリングミーンがあります。移動平均の基本的な仕組みについて、5日移動平均を例に説明します。これは、一定の期間区間の平均値を計算し、その区間を一つずつずらしながら連続的に計算していく方法です。まず最初の5日間で H-Day5 の平均を計算します。次に区間を1日ずらし、Day2、Day6 の平均を計算します。これを繰り返して計算された点を線で結ぶことで、滑らかなグラフが得られます。これを単純移動平均 SMA と呼び、計算式は指定期間の合計を日数で割ったものになります。移動平均にはいくつか種類がありますが、代表的な2つを紹介します。1つ目は、単純移動平均 SMA です。これは指定期間の全データを平等に扱うため計算が簡単ですが、直近の急変動への反応が少し遅れるという特徴があります。2つ目は、指数平滑移動平均 EMA です。こちらは、直近のデータをより重視して計算します。過去のデータを残しつつ新しい動きに敏感に反応するため、トレンドの転換を早く察知できるというメリットがあります。移動平均を活用するメリットは、主に3つあります。1つ目は、ノイズの除去です。突発的な動きが平均化されることで、
データの背後にある本当の動きが見えやすくなります。2つ目は、トレンドの把握です。移動平均線が右肩上がりなら上昇トレンド、右肩下がりなら下降トレンドと、直感的に状況を判断できます。3つ目は、売買シグナルとしての利用です。これは投資の分野でよく使われますが、短期線と長期線の交差などを見て、変化の兆候をつかむことができます。では、これを Python で実装してみましょう。Pandas ライブラリーのローリング関数を使うと、非常に簡単に移動平均を計算できます。ドットローリングウィンドウイコール N と記述することで、直近 N 個のデータを含む窓ウィンドウを作成します。その後にドットミーンをつけることで、そのウィンドウ内の平均値を計算します。例えば、ウィンドウイコール5とすれば5個移動平均、ウィンドウイコール25とすれば25個移動平均が算出できます。実際にセンサーデータ全体に対して移動平均をかけてみましょう。まず、移動平均の工数ウィンドウサイズをユーザーに入力させます。次に、時間以外のデータ列に対して、ドットローリングウィンドウイコール MV アンダーラインコードットミーンを適用し、平滑化されたデータで EF アンダーラインスムーセドを作成します。最後に、元の時間軸データを戻してグラフを描画します。これにより、指定した工数で鳴らされた滑らかなグラフが表示されるはずです。こちらが実行結果です。例として移動平均の工数に50を入力して実行しました。先ほどのギザギザしたグラフと比較すると、波形がかなり滑らかになり、動作の大きなうねりや周期性がはっきりと見えやすくなっているのがわかります。下部には各軸の統計量も表示されており、データの分布も確認できます。さらに便利に使うために、特定の列だけを選んで、元のデータと平滑化したデータを比較表示できるコードを作成してみましょう。まず、プロットしたい列命令 GFZ と移動平均の工数を入力します。プログラムは入力された列について移動平均を計算し、元のデータオリジナルと平滑化データスムーセドデータを重ねてプロットします。これにより、移動平均によって具体的にどの程度ノイズが除去されたかを視覚的に確認できます。こちらがその実行結果です。ここでは Z 軸の加速度、GFZ を選択し、工数を30に設定しました。青い線が元のギザギザしたデータ、オレンジ色の線が平滑化されたデータです。重ねて表示することで、元のデータの急激なスパイクノイズが抑えられ、動作の中心的な軌道がオレンジ色の線として抽出されていることがよくわかります。さて、平滑化されたデータを使うと、さらに進んだ分析が可能になります。その代表例が、ピーク検出ピークディテクションです。平滑化されたデータの山極大値を検出することで、様々な指標が得られます。例えば、山の数を数えると、歩数のカウントになります。山と山の間の時間周期を計算すれば、歩行周期ピッチがわかります。山の高さ加速度の大きさを見れば、蹴り出しの強さの指標にもなります。シピードットシグナル、ファインドアンダーラインピークスといった専門ライブラリーを使うと実装できますが、今回は紹介のみとします。本日のまとめです。スマホには加速度計やジャイロスコープが搭載されており、リハビリ歩行、バランス、ロムの評価に応用できることを学びました。フィジックスツールボックスでデータを CSV として取得できます。コラボで CSV を読み込み、時系列データとして plt.plot で可視化しました。センサーデータはノイズが多いため、移動平均ローリングミーンなどで平滑化すると、傾向がつかみやすくなることを確認しました。